はい、こんにちは。今回はですね、今日のニュースですけど、今日ヤフーニュースを見ておりましたら、こんな記事がありまして、横断歩道での自転車イコール歩行者扱い、結局一体ドライバーはどうすりゃいいのか、こんなニュースが出ておりまして、これを見ましてですね、横断歩道では横断しようとする歩行者と自転車を絶対優先する主義派の私から言わせればですね、この令和4年の現代でこんなことを言う人が未だにいるのかと。横断歩道では横断しようとする歩行者等ですね。歩行者等っていうのは自転車と歩行者ということですので、当然横断歩道を横断しようとする自転車も車から言わせれば保護の対象になりますよっていう、当たり前の法律なんですけれども、これですね、ニュースの内容を読むまでもないんですけど、自転車は歩行者扱いなのかどうかという話をしかしてないんですよね。確かに言ってることは間違いではない。歩行者妨害とは自転車も含むんですかっていう、この質問ですね。歩行者妨害っていうのは正式に違反名を言いますと、横断歩行者と妨害と違反っていうことですのでね。横断する歩行者等を妨害するなどした違反ということですので、横断歩道を横断する自転車はどうなんですかって言われたら、歩行者妨害にはなりませんけれども、歩行者等妨害にはなりますよっていう、それだけの話ですね。誰もそんなことは疑問に思ってませんよっていう前提で話を進めてますので、明らかに歩行者かどうかという話しかこの記事の内容ではしてないわけですね。勝手に記事を読む人が、これで自転車は譲らなくていいんだって思っても知りませんよっていう内容の記事なんでしょうかね。それならわかりますけれども、自転車は歩行者じゃなく、軽車両であるっていうのは確かに間違いないですけれども、道交法63条の4で、軽車両である自転車も特例が認められてますのですね。横断歩道を横断するんであれば、道交法63条の4に従って横断している人なんですよっていうことですよね。そもそも自転車が軽車両イコール車両というのであればですね、横断歩道の上をピーッとなんかわかんないけど、走っていたとしても、軽車両なんであれば、車両なんであれば、左折する自転車か、右折するのは本当はダメなんですけど、右折しようとする自転車なのかなと。軽車両なんだったら、そうとしか言えませんよと。横断歩道を端から端までピューッと車道に対して横断していく自転車っていうのは、じゃああれは何なんだっていうなれば、道交法63条の4に従って歩道を走っている自転車が対岸の歩道に向かって、行こうとしている自転車なんですよと。それって何ですかって言われたら、横断しようと考えている自転車ということですね。そもそも、法律を厳密に言えばという話をしますと、横断歩道の上に歩行者がいたらですね、じゃあその人は法の何条に従ってるんですかって言えば、道交法を隅から隅まで読んでも、道交法第12条ですね。歩行者は横断歩道の付近では横断歩道を使って横断しなければいけないっていう法律がありますので、横断歩道の上に歩行者がいたら、すなわち道交法12条に従って横断している歩行者なんですよということが、当然渡ってる人もそう思ってますし、そこを通ろうとするですね、横断歩道の付近にいる車両も、当然その横断歩道上にいる歩行者は、第12条に従ってるんですね、ということで、誰も異論がないという話ですね。じゃあ車両はどうかって言いますと、横断歩道上に車両がいたからといってですね、横断している車両とはならないわけなんですね。じゃあ何になるのかっていうと、道交法第17条ですね。通行区分に従って道路を通行している車両としかならないわけですね。いくら横断歩道の上を横断してますと車両が主張しようとですね。
傍から見れば、いや、あなたは道交法17条に従うしかないんだから、いくら横断歩道の上で移動していたとしても、それは右折する車両か左折する車両、もしくは左側通行で通行している車両、それのどれかですね、としかならないわけですね。じゃあ自転車はどうかって言いますと、自転車は見る人によってですね、全然捉え方が違うんですよと。自転車に乗ってる人から言わせれば、横断歩道を歩道から歩道に向かって横断歩道を通る場合はですね、それは横断歩道を横断してるんですよと。なぜかっていうと、道交法63条の4で歩道を通行する特例に従って通行してますので、当然歩道から歩道に渡る横断歩道があるので、63条の4に従って横断歩道を横断してるんですよと言えるわけなんですね。横断歩道の付近にいる車両から言わせればですね、いくら横断歩道の上にあなたがいて移動してようと、それはもしかしたら17条に従ってですね、車道を通行している自転車じゃないんですかと。自転車は原則軽車両なんで、車両なんですよと。車道を走っている自転車とみなしますよねっていう話なんですね。この記事にも横断歩道と一緒に自転車横断帯がある場合は、自転車に優先義務がありますよっていうことを書いてありますけど、それは当然の話でですね、横断歩道と自転車横断帯が並んでいるとですね、自転車は道交法第63条の6、もしくは道交法63条の7のどちらかに従って自転車横断帯を横断しなければいけないですので、それだけの話なんですね。その話をするとですね、歩道の手前で停止して待ってる自転車は、それはどっちなんですかと、言われますけれども、そうしますとですね、いや、横断歩道の手前で停止して何かしようと待っている自転車は2通りあるんですよと。横断歩道を横断しようと考えている自転車は、当然、道交法63条の4の自転車の特例に従って横断歩道を横断して向こうの歩道に行こうとしてるんですよっていうことになりますし、いやいやちょっと待てと。俺は自転車で今横断歩道の手前で待ってるけれども、俺はここを左折したいんだと。左折して歩道から車道に入るのは別にいいだろうと。当然、道路施行法でも規定されてますんで、横断歩道の手前で待って左折するのは法律でも認められている行為ですよと。じゃあそれは何かっていうと、道交法17条に従って左折していくんですよと。自転車は基本軽車両ですので、車両として左折して何が悪いんだと。道路外から道路に左折して入って何が悪いんですかっていう話になるわけですね。だからよく警察に質問してですね、自転車が横断歩道の手前で停止して待ってますけど、その時に車両が通過したら違反切符を切るんですか、切らないんですかっていう、意地悪な質問をする人がいるんですけど、警察の回答としては、直ちに違反というわけではありませんよという回答ですよね。なぜなら、自転車は原則軽車両ですので、左折する自転車だったらどうするんですかと。私がピピーっと車両を止めてですね、あなた今横断しようとしている自転車いましたけど、止まりませんでしたよねって言って止めたら、いやちょっとおまわりさん後ろ見てくださいよと。自転車あのまま左折して行っちゃいましたけど、あれは私違反ですかって言われたら、いや、それなら違反じゃないですねってことになるんで、ただし歩行者の場合はですね、横断歩道の手前で渡ろうとしている人がいたら、それは当然もう道交法第12条に従って横断する歩行者でしかないんですから、当然即違反ですと答えられますけれども、じゃあ自転車の場合は、確実には言えませんよっていう回答なんですよね。
それをそれをもってしてですね、それを聞いた人がこう、くるっと警察署から出てきて、くるっと振り返った途端に、おーい、警察が言ってたけど、横断歩道を横断しようと待ってる自転車は、すぐには違反切符にならないんだってっていう、インターネットで大声で言ってるわけなんですよね。それがまかり通ってるわけで、厳密に言えば、横断しようとしている自転車だったら違反ですよっていうことを警察は言いたいわけなんですけれどね。なぜか逆の意味で大声で伝える人がいるっていう、そういう話ですね。そんな感じでですね、今回のこのニュース、確かに自転車は車両なのか歩行者なのかっていう疑問に答えるんだったら、自転車は歩行者ではありませんよっていう回答ですけれども、横断しようとしている自転車はどっちなんですかって言われたら、車両にとっては横断しようとしている自転車は歩行者等となりますので、当然その進行をですね、妨げることがないように減速するなり停止するなりして先に行かせてくださいっていう話なわけなんですね。なかなか分かりづらい話ですけれども、昭和の時代に免許を取った人だったらですね、昭和の途中までは横断歩道を横断する歩行者しか保護しないっていう法律だったんですね。そこから横断歩道を横断しようとする歩行者または自転車ってなった段階でそこの違いをどう捉えるかっていう話ですね。自転車は歩行者じゃないからといって横断歩道を横断する自転車よりも車両の方が優先だなんていうのはまかり通りませんよっていうことなんですよね。なんと言ったって車の運転ですので、一歩間違えば人の命を奪うことになりますので、その辺は厳密にどちらの方を守るかっていうのを考えれば、自動車運転者としての基本的考え方をしてくださいよということで、今回のお話は以上とさせていただきます。以上、ご視聴ありがとうございました。